おはようございます。夕方ですが、5月の中旬に入りました。羽坂駅です。昔はですね、5月の20日過ぎると本当もう取るもんがなくてですね、取れるものも産卵を終えて痩せたもんばっかりで、5月の20から6月の20ぐらいまでは本当にきつかったんですが、今日はまだ5月の20に達してませんが、チヌをね、もう取れなくなるとそろそろきつい時期が来ますんで、チヌを組合が買い取ってくれる間に頑張りたいと思いますんで、今日もチヌ取り頑張ってやっていきたいと思います。ハモやニベなんかも見え出したんでね、そういうものも狙いながらやっていきたいと思います。1番目は20分で上げましたが、なんかすごいもっこりしてるんですけど、どうもワカメのようですが、お、チヌすごいですね。いや、まさかこんなにおるとは。チヌが、そしてワカメもすごいですね。25キロぐらい入ったんじゃないでしょうか。ワカメは昔は6月だったんですよね。今5月の中旬入りましたけど、こっから先の時期だったなということを思い出しました。成長早い、もうあっという間に大きくなります。さあ、ではチヌを拾いたいと思いますが、多分25キロぐらいいるんじゃないでしょうか。まず10キロ、11ぐらいいると思いますけど、まあ10キロ。小さいのが多くリリースが多かったんで25キロいかなかったです。18キロでした。1番目お拾える。ナイス。入り出します。おお、モンゴー、今年初モンゴー、しかもでっけえ、でっかいっすね。これ獰猛なんですよね。すごい殺し合いします。初モンゴーです。綺麗な、早いですね。5月の中旬でも年々早うなりおるけど、ハリか。もうこっちの方が圧倒的に美味しいですよね。なかなかハリカに勝る美味しいイカってなかなかないと思うんです。まあでもそれでも剣先の方がうまいですけどね、白いイカ。これも本当に自分は大好きですね。うまい、甘いですもんねこれ。で、めちゃくちゃでかいの出てきましたね。こいつもでかいですけど、これは2キロはないかもしれませんけど 1.8 ぐらいありそうですけど、チヌ少なくなったんで漁場を変えたいと思います。どっちにしろあのままあのペースでチヌいてもいけすが持ちませんので、ちょうどいい機会ですので漁場を変えたいと思います。ほら、いや、これならさっきのところがいいですね。チヌが入らなくなったからだと思うんですけど、アガレタもいたしね。ちょっとまた移動したいと思います。あら、5時間なんですかね。チヌがほんと消えましたね。
西拾っててもいいんですけど、どうしようか悩みますね。もうしばらくここで様子見て移動しましょうか。チヌが一番多いとこではあるんですけど、まさかこのタイミングでこんなに入ると思わなかったですね。すごいな。30キロですね、市場。ちょっとめちゃくちゃチヌ多いんで、どうしようか。あんまり前半から取ってもね、いけすが持たないんで、一旦池に帰らんといけんかもしれませんね。ここら辺海底に大きな石があるんですけど、ここら辺にさっきのカニ割り出しておきましょう。でっかでっか、さっきのよりでかいじゃないですかこれ。でっか。そして美しいカモも。今年はでもイカは少ないですね。モンゴウは見え始めましたけど、前回の動画で尻焼けとねハリイカが見え出したって言いましたが、もう見え出しただけで全然増えません。今日もまだハリイカ一つですからね。尻焼きは見てないし、イカは少ないんでしょうね。ちょっとチヌハイペースすぎるので、チヌの少ない漁場に来てみました。一旦帰ってもいいんですけど、海藻がすごいな。チヌがいるような潮だと少ないとこ切ってもそこそこいるという。車エビ、こういう車エビなんかはめちゃくちゃ助かりますね。これはいい肩の煮べ、うまそう。マテ貝一旦消えたんですけどね、海から。最近また見るようになったんですよね。あまり美味しくない。他の貝って西食ってるのが美味しい。下地の粗いところを通ってみました。よいしょ。ここでこっちの方に向かって、なんと今イカが見えてきた。本日2匹目のハリイカ。避けときましょう。ヒゲ剃りダイ、昔いなかったんですよね、この海に。最近見出しました。もう最後までチヌ取ってもいけすが持つと思うんで、またチヌのところへ帰って最後3時間ほどチヌ取りたいと思います。
やってしまいました。砂ですね。多分抜けるかどうか。砂が抜けたとして何分かかるか。網が海面まで上がってきてません。最後の部分がなんでしょうね。石かな。海面が汚れてないんで砂っぽくないんですよね。無理やり上げて上がるじゃろうか。こう揺すってもそんな重たくないんですよね。手はただ上がる気配はない。ちょっともうちょっと上げてみましょうか。あとちょっとのとこまで来ましたけど、やっぱ効いとるな。この状態で水を切ってもう少し上げてみます。片方は上がったんで、ちょっと先に片方取り込みます。海藻で水を汲んだだけじゃあなかろうな。なんか砂かやっぱり。まあこれでだいぶ上がりやすくなりました。片方もこれぐらいシャリ食うともう抜けないですね。海藻も入ってるし。船傾いちゃってます。もう慣れてますけど、最初初めてこれやった時はこうってこうやって、これはでもまだマシな方ですね。本当に早く上げれた方です。あまりにもシャリすぎるともう舵も効きません。小川とかもそうですね。舵が効かないですからね。これまた10分以上かかりそうです。よいしょ。さっきのシャリのおかげでこっからは一番15分です。結構危な。これは入るかな。ではこれで帰りたいと思います。まだ網の中にいくつか残ってるやつ取り込んで帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。死ぬだけ。いけす入らんのでもう最後はここです。300弱おると思います。はい、まただもうカニがはい、これもんなんではい、拾えるのがおらずうん、一つだけです。はい、組合がチヌ取ってくれてる間はまだいいんですけど、うん、チヌ取ってくれるんだったら厳しいね。これはなんせうん油爆上がりで経費爆上がりなんで1日2万5,000円経費がいりますんで、恐ろしい。今年は2万2,000円で行ける予定だったんですが、全然ダメ。エンジンの中古がないのがあったんで、うん、2万2,000円で行ける予定だったんですけど、もう2万5,000円いります。うん、まあいろいろ取ったんですけど、はい。初モンゴおりました。違うもんが生まれちゃいました。でかいしかもな。うん、いや、でも今年はイカおらんで、うん、あんまりね。今日に2つおったんだけど、1匹はもうどこにおるか分かりません。あれはまあ、絹にまみれております。そう。絹だらけです。はい、ハリイカとシリヤケが今年はもうおらんので、うん、この感じはもうおりそうにありません。やんね。見え出したと思ったんで増えるか思ったら増えますよ。去年や一昨年はイカで、イカ取ってたんですけど、一昨年なんか1日50とか、うん、うん、おったんだけど、そういうことでした。はい、チヌ300弱おるんで、まあいいんじゃないかなと思います。はい。皆さん今日もハードワーク、部長お疲れ様でした。サザエおった。サザエおりました。カメラ持って行ってない日なんでちょっと撮影できてませんが、このエビ面白いですよね。ついてましたが、人生4回目ぐらいのサザエだと思います。おもろい。
こんなところにサザエがおるんかというようなところで取りましたね。チヌのところで驚きです。結構年季入ってますね、このサザエ。いただいてみたいと思います。うわ怖っ、なんかちょっとかわいそうな感じが。あと見たことないレベルの大きさの松山忘れおりました。これもいただいてみたいと思います。こちらが今日の視聴者さんからのおすすめです。薩摩白波。これもね、いろいろあったんですが、もう原種っていうのを見た瞬間、原種を無意識にクリックしてしまいました。原種に惹かれております。実はだいぶ前にコメントをいただいてたんですけど、コメントをいただいたやつがメモしてるんですけど、そのメモを違うところにメモをしてたんで、そのメモを見つけて、と思って購入いたしました。アルコール度数37度、鹿児島県枕崎市薩摩酒造株式会社。開けてみたいと思います。視聴者さんのおすすめはですね、お湯割りだそうなので、お湯割りでいただきたいと思います。香りはもう甘い芋焼酎の香りですが、濃厚な甘さを感じますね。甘い香りです。ちょっとお湯割りの前にストレートでいかさせてください。口元に持っていく時からもう香りがすごいで、余韻がすごく甘い。芋焼酎らしさで言うと、今まで飲んだ芋焼酎の中で一番芋焼酎らしい。やっぱり原酒だからですかね。とにかく濃厚な感じですね。ではお湯割りでいただきたいと思います。50/50ぐらいでいいんですよね、多分。お湯割りをおすすめしてくださったということは、これ香りを楽しむということですよね。間違いない。ではいただきたいと思います。もう芋焼酎の香りが当然引き立って、でも余韻のちょっと甘さが慣れたからかなくなった気がするんですけど、香りはすごい芋焼酎です。ちょっと表現の仕方が分かりませんけど、お湯で割ると本当に芋の香りがすごいです。ただ個人的な好みを言うと、ストレートで飲んだ時の最初の衝撃的な濃厚さと後の余韻の甘さ、食事と合わさずにこれ単体で楽しむんならロックかストレートの方が自分はやっぱ好きかもしれませんね。他の芋焼酎と比べるとちょっとやっぱ甘さが引き立ってる感じがすごくあります。じゃあバター焼き3種となります。ありがとうございます、ゆじママ食堂さんのゆじママさん、ありがとうございます。多いのが西、これがサザエで、こちらが松山忘れ。塩振ってないんで振ってください。はい、わかりました。ではどの塩いきましょうか。どれいこうかな。もともとだし味あるんでだし味なしで、バターソテーなんで甘みなしで、苦さか酸味ですよね。やっぱ酸味といえばこれです。知床の塩、酸味強め、めちゃくちゃ強めです。酸っぱい塩ですね。あまり料理に使うことはないです。酸っぱいんで。でもこれはちょっと合いそうですよね。レモン絞るのと一緒のような感じ。レモン絞ろうか。とりあえず知床の塩いってみたいと思います。西からいただきたいと思います。うまい。やっぱ西は旨味が強いんで、いつもながら美味しいです。サザエいただきます。西より柔らかいですが、旨味という点では西食べた後だとほぼ感じないぐらい西の方が旨味が強いですね。やっぱり西の方が美味しいかな。では松山忘れいただきたいと思います。以前食べた時は大して美味しい貝じゃないなと思ったんですけど、美味しいですね。ただ西には劣ります。でも下手するとサザエより美味しいかも。一緒ぐらいでしょうか。なかなかに美味しい貝です。あと塩のチョイスは間違ってなかったと思います。レモンかけてみましょう。いただきます。もう食感から旨味からもう全てにおいて西が圧倒的に優勝ですね。自分は芋焼酎と麦焼酎では芋焼酎の方がどうも好きっぽいことがだんだん気づいてきたんですけど、食事はやっぱり麦焼酎ですかね。なんでなのか分かりませんけど、あとこの薩摩白波はですね、こう飲み進めていくと芋の香りがとにかくすごいです。
今まで飲んだ芋焼酎の中でその美味しさのランクとかではなくて、自分の中でです。あくまで自分の中でですが、美味しさのランクではなくて、ザ芋焼酎、芋焼酎らしい芋焼酎1位を選べと言われたらこれですね。とにかくもう芋の香りが素晴らしいというか、お湯で割って飲んでるからというのもあると思いますけど、これぞ芋焼酎って感じです。ここまで芋の甘さを感じた芋焼酎はちょっと初めてかもしれませんね。まあ香りの強さがそれをこう誘引してるんかもしれませんけど、レモンをかけたサザエって言います。レモンかけた方が美味しいですね。かなり美味しいです。ただ優勝はやっぱり赤西でした。さつましラーメンをおすすめしてくださって本当にありがとうございました。いつも本当に勉強させてもらってます。今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまずはいつもの西から。美味しい。ではサザエを。サザエの方が柔らかいんだな。サザエの方が柔らかい。でも甘みは西の方が強い。そう歯ごたえとかも。いやー西の方が美味しいな、個人的には。ほんでこれ松山マスで。西だな。西が一番美味しい。やっぱりそうですよね。うん。